折り紙で簡単に作れるパンジーの花ですね。壁面飾りなどの素材に使える大きさのパンジーの花の作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。2枚の折り紙を使用します。まずは折り紙を半分に折りまして、そしてさらに半分に折ります。折ったらこの状態で三角に半分に折ります。はい、ここまで折りましたらもう1枚も同じように折ってください。ここまで折ったら下書きを書いていきます。下書きを書いていきます。まずはこの一番長いところに定規を当てて、だいたい5センチぐらいのところに印をつけます。そしたら横いっぱいできるだけ大きく、ハートのような形のものを書いていきます。はい、横幅広くハートの形を描きました。横幅の方はだいたい3センチ以上あればいいと思います。下の方の描き終わりについては、真ん中の辺の方に戻るような感じになります。次にもう1枚にも描いていきます。折り紙のこの折れ目側、そして中心の方を向けまして、そして定規を当てます。下の頂点からだいたい6センチ、6センチのところに印をつけます。次に定規を横にして、今度はだいたい 2.5 センチか 2.8 センチぐらいのところに印をつけます。横幅の印をつけるところはどうでも大丈夫です。だいたい電球の頭がでかいものを作るような、描くようなイメージになります。はい、こんな感じで描きました。何センチ何ミリと定規でご説明しましたが、2枚とも大きさが同じぐらいで、横幅が広ければ大体の大きさで、定規を使わず大体の大きさで作っていただけるかと思います。あとはこれをハサミで切ります。ハサミで切りましたらこれを開きます。広げるとこのような感じの見た目になります。続きまして今度こちらを加工していきます。1点補足させてください。真ん中の切れ込みを入れていない部分ですね。この幅が広いと後で加工しづらいので、切れ込みを入れていないこの幅がだいたい1センチか1.5 センチぐらい、大体でいいので、これぐらいになるようにしていただければと思います。次にハサミでこの凹んでいる部分から真ん中に向けて切れ込みを入れます。1箇所だけ入れます。切れ込みを入れたら今度はこの花びらが、山折り、谷折りとなっていると思いますので、これを、谷折りに直します。谷折りに直したら今度は花びらと花びらの間の部分、ここがですね、この切れ込みを入れていない部分を山折りに直します。次に切れ込みを入れているところ、この上の方、ここをですね、親指と人差し指で持ちます。持ったら片方の親指を下に持っていきながら反対側を上に重ねるようにします。こうすると1枚の花びら、折り紙がこのように曲がってきます。で曲がってきたら、この曲げている側の折り紙の真ん中に、いかない程度ですね。真ん中の折り筋にいかない程度で折ります。下の部分を折ります。下の部分を折ったら、上の方が少し曲がっている状態になりますので、ここも、折ってしまいます。はい、このように片方の上に重ねて、で下の方を折るような形になります。今折った方法と同じように他のところも折ります。切り込みを入れて開いている場所、この付近の紙が上に来るように、折ります。なので同じように親指と人差し指で持って、そして切れ込みを入れている側が上に来るように持ってきまして、真ん中の折り筋にいかない程度のところで折ります。重ねて折ります。そしたら反対側も同じように切り込みを入れている側が上に来るようにしますんで、片方を親指の下に持ってくるようにして、で折り紙の上の部分が曲がるので、これを折ります。折り終わりましたら、切り込みを入れている側を自分の方に持ってきて、でその時の左右の花びらですね、これができるだけまっすぐ一直線になっていると、最後のハート型に切ったこの紙を当てた際に、隙間もできずに仕上がるかなと思いますんで、ここがまっすぐになっているかどうかを最後確認してみてください。そしてこのハート型の折り紙、これもですね、真ん中が
山折りになっている場合は谷折りに直してください。次に真ん中の部分、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったらハートの先端の部分を貼り付けます。こんな感じです。あとはボンドがしっかりと貼り付くのを待ちます。貼り付くのを待っている際に葉っぱの方を作ります。まずは折り紙を半分に折ります。折ったらさらに半分に折ります。半分に折ったらこの状態で三角に半分に折ります。そしたらこれに下書きを書いていきます。パンジーの葉っぱは先端の方が丸いような形になります。で、そこから波を打つかのような感じの形で横に広げていきます。はい、このような感じで描きました。ぶどうのシルエットみたいな形になります。あとはこれをハサミで切ってください。はい、ハサミで切ったらこれを開きます。はい、葉っぱが4枚出来上がります。そしたらこれを山折りに折り直します。はい、真ん中の部分を山折りに折り直しました。折ったらこれらを重ねて、そして半分にします。半分にしたらこれを斜めの状態で、ジグザグに折っていきます。大体の折り筋がつけばいいかなと思います。で、折ったらこれを開いて、で、これで、葉っぱの方の完成になります。で、次に花の方のボンドが、しっかりと貼り付いたら、パンジーの特徴的な模様の方を描いていきます。このままでもいいですし、今回使用するのはクレヨンで描いていきます。クレヨンの方がしっかりと跡が残るような感じになりますね。下の花の方と、あとは左右の花びらですね。はい、こんな感じで模様を描きました。そしたら花びらを裏返して、葉っぱの方の上の部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら、お好みの箇所に貼り付けます。葉っぱの枚数はお好みの枚数貼り付けてください。2枚貼り付けました。これでですね、簡単に作るパンジーの花の完成になります。説明では分かりやすいように何センチ何ミリとお伝えしてますが、幅を広く、縦は同じぐらいにして、そして真ん中の切れ込みを細くすれば綺麗なものが作れますんで、そうなってくると、詳細測らなくても大丈夫かと思います。1枚目は少しばかり苦戦するかもしれませんが、それ以降は慣れると簡単なので、量産しやすく壁面飾りなどの要素に素材に使っていただければと思います。それでは今回ですね、簡単に作れるパンジーの花の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と、あと作ったよとか、これもう少しこうした方がいいんじゃないかっていうのがいろいろあれば、コメントいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。